トニー&ガイジャパン青山サロン赤岡です。モデルさんの髪質は、基本的には細めだと思います。これからファーストグレーに入ってくるのかなっていうところで、白髪染めをしていても問題ないようなデザインになってくるかなと思っております。一番はやっぱりベースメイクがポイントになってきます。ここ10年ぐらいグレーカラーっていうもの自体のあり方っていうのは変わってきてるとは思うんですけども、やっぱり一般の方からしてみるとグレーカラーってただ暗くするだけっていうイメージがどうしてもまだ払拭しきれてない、そこを一回ベースを作ってあげてからグレーカラーのお薬を今日使っていこうと思うんですけども、やっぱり我々も技術向上であったりとか、あとは薬の知識を知るっていうところも重要かなと、しっかりと色味が乗せられるような状態で仕上げていきたいと思っております。この新しくなったプライムのカラー剤はやっぱり発色の良さ、あとは日本人がコンプレックスに感じている赤っぽくなるとかオレンジっぽくなってしまうとか、そういった部分を絶妙な色合いでカバーしてくれてるなと思います。単にグレーにしてしまうとかではなく、髪の素材を生かすような状態で自然にカバーしてくれるお薬だなと感じています。はい、ではこれから施術に入っていきます。で、今回はまずトップの部分を分け取って、ここの部分が、スタイルを作る時の、全体的な表面に出てくる部分なんで、ここが一番重要なポイントになってきます。で、このまま後ろから前に向かって進めていきます。ポイントになってくるのはやっぱり毛先の毛量になります。毛量が多すぎるとブリーチを塗る時に結構塗りムラが起きやすかったりするので、自分のその施術の中で作業しやすい厚さを最初に設定しておくといいかなと思います。今風で落としたんですけども、根元から当てると結構綺麗に落としやすいです。これだけ短い髪の毛があって、ハイライトした時にこの短い毛を一緒に作ってしまうと、毛先ってこのくらいしか残ってないんですよね。上の方が筋張っちゃって毛先の方がボケちゃうっていう原因がこの毛量のバランスの影響によるものだと思います。今回アジアンブリーチの 2.8% 2倍希釈で溶いてあります。最初にこの新成分の部分を塗布してあげて、でこの塗り終わりの部分は少し逆なでるようにしてぼかしていきます。毛先の方はコンディショニングミストを吹きかけて髪の毛を保護しながらブリーチをしていきます。あとは髪の毛濡らしてあげることでブリーチの作業もしやすくなってきますので、スピーディーな施術が行えます。ホイールは折りたたんでしまうと折ったところのブリーチ量が少なくなってしまって、そこで発色が弱くなってしまったりするので、ホイールは折りたたまずにそのまま下ろした状態で作業していきます。上のセクションはブリーチのパワーを 2.8% からスタートしてってるんですけども、結構こういう作業っていうのは作業時間がかかってしまうので、ブリーチのパワーコントロールっていうのも非常にポイントになってきます。目安としてはだいたい40分以内を目標にブリーチワークが終えられると、最初と最後での発色ムラっていうのがなくなってきます。今フロントが塗り終わったので、これからサイドに入っていきます。サイドもトップと同様にセクションを分け取って、ここの厚みっていうのはやはりこの毛先の量を意識してセクションの厚みは調節していきます。
これから間のベースを塗布していきます。目安としてはこの茶色くなっている部分ですね、この基線部の部分をナチュラルグレーで6レベルを使っていきます。オキシは 2.8% 当倍時です。この時は地毛を明るくするっていうよりも、地毛の明るさにこの基線部をなじませていくっていうことが目的になりますので、基本的に明るくなっている部分のみの塗布になります。トップが終わったらそのままバックに入っていきます。では一度シャンプーして戻ってきた状態になります。上の方は割と細かく暗い色が混ざっている状態で、下の方に行くに従って明るいのが増えていっている状態が見られるかなと思います。これが毛量調整をしているゆえの明るさと暗さのデザインのバランスになってきます。でここからオンカラーをしていくんですけれども、最初に根元の部分に6レベル目安のナチュラルグレーを塗布していって、で毛先の方はベールが設定としては10レベル設定を目指してカラー剤を塗布していきます。でまずブロッキングを取っていきます。ではここから根元のカラーを塗布していきます。先ほどブリーチした時に根元の方を少しぼかすように塗っていったんですけども、やっぱりそうするとブリーチの塗布量の部分でちょっとオレンジが見えてるんですよね。ここの部分の処理をしてあげるのとしてあげないので、だいぶ印象が変わってくるかなと思います。地毛に馴染むトーンとこのオレンジを消せる部分ってなると、やっぱり低明度もしくはグレーカラー用の、ブラウン量が多いお薬を使ってあげると、ここの部分のリフトムラっていうのが解消されてきます。ここの塗り終わりの部分なんですけど、ピタッて止めてしまうと結構ラインが強く出てしまう可能性もあるので、どちらかというと塗り止めるっていうよりは塗り払ってぼかしてあげるようにしていきます。でサイドの部分塗るときは顔周りの方が少し明るさが長く残るようなバランスを意識して、後ろに下がっていくような見せ方で暗い色を置いていきます。では暗い部分が塗り終わったので、今度は残りの部分を明るいお薬でカラーリングしていきます。はじめはこの境目の部分は開けておいて、明るく残っている部分を先に毛先までカラーしていきます。で毛先まで塗り終わったら、この境目の部分をぼかしていきます。明るいお薬をこの境目の部分に置いてあげて、指を使って軽く挟むようにしながらカラー剤をなじませるようなイメージですね。でこの時にあまり下の方まで伸ばしてしまうと暗い色がどんどん下まで伸びていってしまうので、あくまでもこの境目の部分をなじませるようにやっていきます。そしたら残りの部分も同じように塗っていきます。はい、ではカラーの方が完成しました。エアタッチを使って明るくする部分と暗くする部分を仕分けしたことによって、このような自然な立体感ができてきてます。でこの生え際の部分のところも
少しオレンジの部分あったんですが、暗い色でしっかりカバーしているので、自然な地毛から馴染むようなグラデーションで仕上がってきてます。